無事入国審査を終えて5時。すごい、ここまで来るとめちゃくちゃ人がいる。とりあえずやっとラウンジが開いたっぽい。あれ、さっきまで24ゲートだったのに18ゲート18に変更になってる。意外と18遠い。XC40。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ静か。電気自動車ですか。はい。これですね、ボスコビッチビストロ、カクテル&ディナー。ボスコビッチビストロ、ランチ。ホテルに入れました。はい、こんな感じ。
こは開くのかな。おー、開く。おー、なかなか眺めは9階なのですごく良いです。いいね。いやー、とりあえず疲れた。はい、というわけでイタリア・ミラノにやってまいりました。久しぶりの長距離フライトでしたが、もう本当にやっぱ疲れますね。はい。というわけでちょっと一旦休憩をして、いろいろこの辺リセットして、ちゃんとして、ちょっと今これを撮っております。はい。今回はちなみに、このボルボさんのザ・ビッグ・リベイルということで、新型電動 EV 車の、EX30 っていうのが明日、発表されるということで、ここまでティザー的な感じで情報を小出しにしている感じではあるんですけど、明日正式にこう初めて車の姿が見れるみたいなイベントがあって、そちらにお招きいただいて、今回はミラノに来ています。今回見たこととかは、シュプールの連載の方でまず記事を書こうかなと思っていて、多分、この動画をもう多分公開しているということは、その記事はもう出てると思うので、皆さんぜひ読んでみてください。はい。で、イベントは明日の午後からなので、今日と明日の午前は特に予定なし、かつ私ちょっと2泊延泊今回してるので、まあ少し6月も慌ただしく働いたので、一人でミラノをプラプラ散歩したりとかしながら写真とか撮って、Vlog 撮ってまったり過ごそうかなと思っております。そんな感じですかね。ちょっととりあえず、なんかこのホテルあんまりアメニティがなくて、いろいろ不安なので、ちょっと近くのスーパーを探し行ってこようかなと思っております。あとちょっと Wi-Fi のパスワードもなんかわかんなくて、聞きに行ってこようと思います。はい。というわけで、では、とりあえず。用紙では、仕事が一段落したので、買い出し兼ちょっと周囲の散策調査に行ってきます。ここが多分一番近いカルフールエクスプレス。なんかこういうデリも売っている。もう日本じゃ食べれないサラミ。まあ金融中だからね。お酒でしょ、パスタでしょ。とりあえずちょこっとお腹が空いた時につまむ用の生ハムとお酒を買いました。で、ここはなんか結構建物がすごいっす。この辺も再開発エリアみたいです。すごい建物が建っている。そしてこの横断歩道は信号がないのでガンガン行く。こっちの方が近いのか。オーガニックスーパーナチュラシーってとこです。もう5時43分なんで6時なんだけど、めっちゃ明るい。まだまだ明るい。日没何時なんだろう。ヘイシリ、今日の日没は何時？遅っ。うわ、最高だな。
いやー、やっぱり雨ですね。朝方はすっごい土砂降り、雷雨、雷で何度か起きちゃいました。お、ちょっと晴れてきた感がある。いいね。今日はついにこちらのボルボの新しい EV EX30 の初お披露目。楽しみです。でですね、私ミラノに来る前に、先日青山にあるボルボスタジオ東京っていうボルボの、なんて言うんだろう、ディーラーではないショールーム。ほんと自由に体験して、ブランドを知ってもらうための施設みたいなのがあるんですけど、そこにお伺いして、そのボルボっていうブランドが何を考えて車を作っているかみたいな部分をいろいろ知る機会をいただいて、そこで思ったのは、ボルボさんの設計のベースにある思想みたいな部分、すごい共感できる点が多いなと思ってて。で、なんかそもそもそういう点で共感できないと、こういうご取材ってお伺いさせていただくの結構しんどいなって思ってしまうんですけど、その点で心配ないというか、むしろ面白そうだなって興味を持ったっていうのすごくあって、ボルボって結構安全性みたいな部分昔から私はイメージにあったんですけど、その部分においてベースにある考え方っていうのは、なんかこう、人間って絶対ミスするよね。人的ミスって絶対起きるよね。起きないです。頑張って起こさないようにしますって言っても、絶対起きるのがヒューマンエラーだよね、みたいな部分を私は、なんかありとあらゆることに思っていて、なんかそこが、本当共通だったんですよね、ボルボさんと。だから、ボルボの車は、ヒューマンエラーって絶対起きるよねの前提でどうフォローできるかっていうところで、こうドライバーをサポートするシステムだったりとか、なんかセーフティーなシステムだったりとかがあるみたいなとこはすごい共感性が高かったっていうのと、で、二つ目は、なんて言うんだろうな、この何でもインターネットにつながっていることが普通っていう時代になってしまっている現代において、私たちが求める車の存在をすごくこう追求しに前進している感があるっていうのかな。すごい難しいんですけど、なんか私たちってこのもう本当スマホを中心に毎日生きてると思うんですが、そうなると、やっぱりスマホアプリとかサービスとかって、ユーザーのことをすごく考えて作られているものが多いから、やっぱりすごく便利なんだと思うんですよね。だから、なんだろう、ナビゲーション一つとっても、なんか普通の感覚で言ったらこのスマホのなんかのアップデートみたいに、なんか自動的にやっといてって設定をしておけばアップデートされるとか、なんかそういう感覚で車を見てしまった時に、やっぱりその線からは全く外れてしまっているもので、なんかその中で、ボルボさんの話をいろいろ聞いて実際ちょっと体験させていただいた時に思ったのは、なんかここまで自分たち生活者の毎日の生活の中で起こることのなんかこう、すごく自然な延長線上に車に乗る、車で移動するっていう体験がすごくシームレスに考えられている設計をしているんだなっていうのが伝わってきて、概念的な話をしてしまったんですが、何かというと、Google アシスタントがそのまま入ってるんですよね。その Google アシスタントが普通に使えるっていうことだけで、こんなに車に乗った時からの体験がアップデートされた感をこう感じれるんだっていうのを私は結構衝撃を受けました。それは、もちろん私が普段の生活の中で Google アシスタントを活用して、普通に OK Google とか電気つけて電気消してとか今何時と今日の天気はとかっていうこと、それが私の日常になっているからより深くそう思ったっていうのはあると思うんですけど、Google アシスタントが普通に車にビルトインされていることで、車に乗った瞬間 OK Google 例えば銀座への行き方を教えてって言っていつもの Google マップで出てきて、で、銀座に向かっていて、そうか、地図探さなきゃって言った時に、じゃあ目的地の近く
の駐車場を教えてって言えば、もう普通に Google マップに反映されるわけですよね。だからそれがその車の真ん中にあるこういう画面に普通に出てきて、なんかこう、車をスマホで操作しているような感覚っていうのかな。なんかそんな感じがして、あ、なんかこうなんだよ、私が車に求めてたのって、そういうことよっていうのをなんか、ある意味車メーカーさんが作る車で初めて思ったかなって。はい。それ以前は、5、6年前ぐらいにアメリカに行った時に、テスラ車に乗った時、それはなんかもう本当にスマホが走ってるというか、なんかそんな感じの感覚で、本当これまでの車と同列で語っちゃいけないものだなっていうのをすごく思ったんですが、なんかある意味、まあそこに近づいてきてるっていう、でいいのかちょっとわからないけれども、なんかすごく車をすごく真面目に真摯に作っていくってところはもちろんありつつも、もっと今の時代大事なこと、ユーザーのことを考えて体験をデザインするみたいなところがすごく考えられていて、私はなんか非常に好感を持ちましたね。はい。ちょっとなんか珍しく長く語ってしまったんですけど、まあなぜかというと、私なんでこのボルボのイベント行ってんのみたいなところ、ちょっと不思議に思う方いらっしゃるかなと思って、これまでの車とはまた違う部分がお伝えできて興味持っていただけたら嬉しいし、私も結構この車興味をかなり個人的にも持ってて、なんか噂によるとというか事前にお伺いした話だと、すごく気軽に使えるサブスクのプランとかも用意されるみたいなので、今日この後が発表あるかもしれないですけど、なんかそういうのを使ってちょっと私も本当に乗ってみようかなとか思ってます。はい。なわけでちょっと長く語っちゃいましたが、この後お昼食べて午後からイベントです。はい。ちょっとなんかすごいいいことばっかり言ってしまった気がしているんですけど、まあ、もちろんブランドに対してポジティブな印象を持ってるんですけど、今回の渡航イベント、この参加に関して、もちろん渡航費だったりとかホテルだったりとかっていうのはボルドーさんがご手配してくださってるんですが、このコンテンツ、今通ってる動画とかに関しての制作費とかは全くいただいてないので、なんていうんだろう、ザ広告 PR 案件っていう感じの取り組みではないということだけ知っておいていただけると非常に嬉しいですっていうのかな。なんて言うんだろう。はい。どうせ案件だろうみたいな感じで見ないでほしいなっていう感じです。はい。よし、じゃあ行きますか。ということで、カメラは今使ってる ZV-E1 を、動画用に持ってって、ちょっとスチールをどうしようか迷ったんですけど、今回絶対記事書かなきゃいけないので、スチールがマストで、どちらかというと動画がおまけな感じなんですが、ちょっとね、XE4、ちょっと会場が暗い気もするので、ちょっと XE4 は今日はお留守番で、ちょっと念のため持ってきておいた α7-4 をスチール用で持ってって、これも念のため持ってきておいたタムロンのズームレンズ、2875F2.8。これちょっとサブというか、念のため持ってって、会場に持っていっとこうと思います。いつもこんな感じでこのカメララップにじゃっと包んで、こういうバッグにポイって入れて持っていくのが便利です。で、このバッグには iPad と除菌、日焼け止め、念のため充電機器などなど入れてあります。で、ここにレンズといつも入れちゃおう。よいしょ。はい。
こんな感じでいこうかなと思います。こいつはセーフティーボックスの中へ。よいしょ。あと念のため、超念のためだけど DJI マイクも持ってっときます。あとこれ。ピクセル7 Pro。こいつ最近取材の時にボイスレコーダー代わりに使ってます。多分今日フル英語なので文字起こしがすごい使えるんじゃないかなと思ってます。忘れずに持ってきます。こんな感じで。このね、サガンのバッグ、めちゃくちゃ物が入って物を入れがちなので結構重くなっちゃうんですけど、バッグ自体が軽いから全然平気。ランチ。ある時はそういうの。でもね、あれの30との関係はみたいなのは多分関係ない。この建物が会場なんですね。なるほど、ここに着席する。Thank you, guys. But at Volvo Cars, we believe small is a grand philosophy. Because everything starts small. Whether it's a small step for mankind, or a small idea scribbled on a napkin. Big things have small beginnings. So let me introduce you to something huge. The EX30. You have now arrived at your destination. And I've got to tell you, that's the hardest part. Making sure you land in the right place. As it is with life, I guess. Okay, hello everyone. This is a big day for us. But it's often the small things that make a difference. So it's a true Volvo. An outstanding product designed around you and your needs. It just comes in a smaller package. And that's important. For us, we have never offered a car like this before, but aren't willing to compromise just because of a smaller package. People who have wanted to drive an electric Volvo, but didn't want a car larger than their life needs. These are just little things. Dad, do you know this? Part of the communications team here at Volvo Cars, and today I have the pleasure of introducing you to the new fully electric Volvo EX30, along with some of our experts who helped create it. Helping make better use of our planet's valuable resources. What bigger statement could a pair of jeans make? So joining me now is Francesco Speciale, commercial head for the EX30. Ciao Jackie. Hello. The larger screen allowed us to have more information shown to you. So we show you what media you're playing, as well as who is at the other end of the phone call. So first of all, I'd like to thank everyone for joining us today, and everyone who's been on stage this afternoon helping to bring alive the majesty that is the EX30 and made today happen. I'd also like to thank our partners, without whom, quite simply, we would never be able to bring this car to market. And
I would like to thank our employees. Not just the employees that worked tirelessly on this car for the last few years, but all of our employees. Fantastic achievement. I'm proud to be part of such a fantastic team at Volvo Cars. では第1会場の方でアンベールを見たので、次はもう1個の会場に移動します。すぐそこだ。ここがボルボスタジオミラノみたいです。で、第2会場がここ。眩しい。なんか内装のテーマが4つあって、それぞれ、再生素材をいろいろ活用してるみたいです。ブリーズって素材はこういうゴミになったプラスチックから作った再生素材で、うちのインディゴっていう素材はデニムをリサイクルするときにほんと捨てちゃう部分を使って作ってるらしい。全然色はデニムっぽいけど別に布っぽい素材じゃないのが面白い。こっちはウール素材とかを使ったやつみたい。さっき見たけどなんか質感すごいいい感じでした。やっと乗れた。中はこんな感じで、真ん中にこうやってここに全ての情報が表示されるので、ここにスピードメーターとかもないんですね。すごい。でこの辺にいろいろ、ここがあれだ、充電になってんだ。なんかここセンターのところにこんな感じでドリンクホルダー兼小物入れ1個2個で、使わないときはこんな感じでしまえる。でここにフロントに
ハーマンカードンのサウンドバーがついてて、ここから音が、今 OK Google は聞くのかな、聞かないか。 Google アシスタントで窓開けたりとか、後ろのリアのトランクのところに扉開けたりもできるみたい。すごいよね。これがなんかあれだ、プラスチックのリサイクル素材のインテリアだ。さっきちらっとちょっとお話をお伺いしたプロダクトのヘッドみたいなおじさまは、このメッシュのインテリアが一番お気に入りって言ってました。いやー、おしゃれだね。やばい、ハプニングが発生した。思いっきりアルファ7を床にゴツってぶつけたら、全くフォーカスが効かなくなってしまった。これがレンズがいっちゃったのかな。ちょっと他のレンズをちょっとつけ確かめてみます。やば。レンズ変えたら大丈夫そうなので。いや、Thank you。やばい。バティスちゃんが行っちゃったっぽい気がする。うわー、悲しい。とりあえず一通り見たので一休憩。よし、ちょっと最後に一箇所、多分もう一箇所車が置いてあるとこがあるはずなので、そこに行って一旦ホテルに戻ってちょっと記事を書こうかなと思います。あれ、なんかミラノを一望できる場所になんか車が置いてあるって事前にはなんか聞いてたんだけど、雨すごかったからやめたのかな。あれパワーショップって書いてあるから、あれだ、 EV の充電ステーション。よし、とりあえず取材を終えた感じかな。なんかサブスクリプションのパッケージはケアバイボルボっていうらしいんですけど、残念ながらまだ日本でのスタートは未定らしいです。残念。早く始まってほしいな。車両価格は3万6000ユーロかららしいので、日本円だとどんぐらいだ ?450 万ぐらいなのかな。 EV やっぱ高いってイメージがあると思うんですけど、欧州車、輸入車でしかも EV でこの値段はかなりリアルな気がする。はい。お、ちゃんと綺麗になってる。いや、疲れました。とりあえずのミッションコンプリート。なんかしかし、イタリアだけじゃなくてヨーロッパこの辺みんなそうかもしれないけど、今時間がだいたい夕方5時半なんですけど、なんかこの時間ぐらいからむちゃくちゃ明るくなってくる感じが、日差しがますます強くなってくる感じがします。なぜなら
まだ太陽は、ちょっとわかりづらいですけど、まだ太陽、あそこだから、あそこ。まあそりゃ9時過ぎまで明るいよなっていう感じしますね。いいなぁ、夜。昼間が長いの。いや、しかしこの、サガンのバッグはめっちゃ取材とかの時いいですね。すごい入るんだけど、なんかここ、肩紐というかこの、肩にかける部分がすごい柔らかい。なんて言うんだろう、クッション効いてるんで、まあ結構長時間持って移動したりしても、割と肩が痛くなったりとか、跡がついたりしにくいのが非常にいい。あとなんといっても今日のショックなのはこの α7-4 を思いっきり床にゴツッとぶつけ、ボディは無事でしたが、このバティスちゃんがタムロンのキャップがついている。バティスちゃんがちょっと行ってしまわれたっぽいので、帰ったら修理に出します。悲しい。かわいそう。ほんとごめんって感じだな。でも、いろいろ予備の機材持ってきといてよかったです。よし、ではこれから日本のプレス関係の方とちょっとディナーをしてきます。